はい、皆さんおはようございます。バッパー翔太でございます。現在はですね、インドの首都ニューデリーの朝の5時でございます。で、今日はですね、ちょっと聞いた話によると、インド北部のヒマラヤの山々に囲まれた標高3500メートルの辺境の地に、たった一人の日本人女性が生活されているっていう話を聞きましてですね、それは面白い、訪れてみたいということで今回は行ってみたいなと思います。とは言ってもですね、陸からも行けるらしいんですけど、陸から行くとなると30時間40時間2日ぐらいかかったり、今シーズンオフっていうことで、道路が封鎖されてたりっていうことで、今回はですねフライトでですねその地に行ってみたいなと思います。はい、ということで皆さん着きました。ここがですね、標高約3650メートルの地にあるレイという場所でございます。標高約3650メートルということは、日本の富士山の頂上とあんまり変わらない標高なんですけど、この辺ですね、雪山に囲まれて、もう現在の気温、氷点下を下回っております。全く寒さ対策してなかったというね、かなり寒いです。同じインドでもこうも気候も違うし、建物も感じも全然違うし、人々もですね全然違います。この辺の人たちは、チベット族の人たちが多いらしくて、アジアンフェイスの人たちがかなり多いです。アジアンフェイスの人たちの顔を見るとなんかちょっとホッとするんですけど、でチベットといえばですね、中国のですねチベット自治区が有名なんですけど、この辺のチベットの文化はですね、中国からの侵略とか迫害を受けてなくて、今もなお古くからのチベット文化が残ってるみたいです。で、今日はですね高山病のリスクもあるんで、今日はちょっと宿行ってちょっとゆっくりしたいなと思ってます。で、日本人女性はですねこのレイの町の近くに住んでるということで、明日ですねちょっと今日は体を整えてから、訪れてみたいなと思います。寒いわしかし。Welcome. No number. Thank you. Oh, no, actually. Hello. How are you? Good? Good. Yeah. Welcome. Thank you. Oh, that's beautiful house. Yeah. This is traditional Traditional styles. Traditional. Wow. Wood carving. 今日の宿です。कौन सा रूम देने? Oh, that looks good. बोले इसका एंट्री का. Okay, that's my room. Thank you so much. That's so good. はい、ということで今日の宿はこんな感じでございます。部屋もめちゃめちゃ広いですし、しかも温水シャワー付きで、最高です。フライト1時間半だったんですけど、なんか結構しんどいですね。やっぱり標高高いからしんどいんですかね。今日はちょっとゆっくりしたいなと思います。コーヒーも用意してくれたんで、この景色を楽しみたいなと思います。はい、ということでもう皆さん寒すぎてもう帽子と手袋買いました。ほんま寒いわ。ということで今からなんですけど、今日ちょっと時間あるんで、このレイの街並みをですねちょっと歩いてみようかなと思ってます。ちなみにこの帽子200円です。めっちゃ安い。暖かかったら何でも OK ということで。Wow, it's a lot of like dry fruits. Is day apricot. Day apricot. Yeah. Day apricot. That's all made from here. Yeah, this is apricot. Day apricot. Wow. What is this? The yak cheese. Cheese. Yak cheese. Yeah. Yak cheese. Yak cheese. ヤーチーズっていう Yak のを cheese. Sweet cheese. 食べてみたいなと思います。何やろこれ。硬い。あみちゃんみたいな感じや。なんかちょっと酸っぱいソルティーな感じと甘い感じが混ざった。チーズではないかもしれん。わからん。でもちょっとミルクの味もちょっとしますね。このレイの街に歩いてから一回も客引きがねないというね、インドの名物客引きなんですけど、なんですごい歩きやすいし気軽に歩けます。ほんま客引きの相手するの大変なんですけど、めんどくさいんですけど、この辺では全然ない感じですね。今日はですね1日目で着いたばっかりということでですね、ゆっくり街の周りをぶらりしてみました。皆さんやばいわ。めちゃくちゃ頭痛い。やっば帰ってきてからめっ
ちゃくちゃもう今まで感じたないぐらいすっごい頭痛なっていった。もう一回薬飲むか。かなりですね、気分も悪い。恐るべし 3500m やな。まあ皆さん、今日もしかしたら明日日本人の女性訪れることできないかもしれないです。まあちょっと様子見て健康になってから行きたいなと思うんですけど、まあてな感じで1日目もう寝ます。頭痛い。さあ出ます。はい、皆さんおはようございます。昨日の夜はですね、もう高山病で死にかけてて、全然寝れなかったし、もう頭痛と吐き気で死んでまいそうになったんですけど、今日の朝起きましたらスカーッとしてます。もうびっくりしてます。びっくりするぐらいこんな一晩で変わるんかというぐらい、もう元気もりもりでございます。ということで今日はですね、日本人女性をですね、ついに訪れてみたいなと思います。はい、ということで多分ここの辺ですかね。ちょっとたどり着いたんですけど、まあ住所はこの辺なんですけど、多分ここかな。工事されてるところかも。ちょっと入ってみますか。ハロー。ハロー。あ、こんにちは。翔太と申します。ちょっと例に日本人の方が住んでるということで。日本人の方ですか。はい、日本人です。ああ、よろしくお願いします。翔太です。よろしくお願いします。お名前は何て言うんですか。はい、上皇と言います。上皇さん。はい、上皇サチです。あ、サチさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ついにインドの辺境の地に住む日本人女性を発見。上皇さんはですね、この地でザンスカール人の旦那さんと旅行代理店を経営されているらしいんですけど、今は元あった事務所を取り壊してカフェに改装している真っ最中らしいです。ということで、旦那さんですね。うちの夫です。はい、お名前は何ですか。ヤンペルです。ヤンペルさん、おお、日本語話せますか。ちょっとだけです。ヤンペルさんとはどこで出会ったんですか。ヤンペルとは、私が最初にラダックに来た時に彼の故郷であるザンスカールっていうところのツアーだったんですね。どこですか。ザンスカールっていうまたあんまり知られてないところがあるんですけど、そこに行くツアーのガイドだったんですね。そこがご縁ですね。はい。普段はどうやって会話されてるんですか。日本語。日本語も聞き取れるのはほぼ聞き取れるし、私もブロークンですけど、ラダック語が喋れるので、あ、そうなんですか。で、あとはもともと2人とも英語を使うので、英語、ラダック語、日本語を混ぜてこう喋ってます。臨機応変に。お子さんは失礼ですか、いらっしゃるんですか。はい、あります。一人。4人います。4人。お子さんは学校とか行かれてるんですか。はい。例に。はい、今日送り出してきました。あ、そうなんですね。今小学校ですか。小学校っていうのかな、なんかあんまりそうなんないんですか。小学校とか中学校とか。小学校とか中学校とかないんだよね。ないですね。ない。同じの学校です。あ、同じ学校みんな。何時に終わるんですか、学校は。4時半とかかな、4時半とか。あ、そうなんですね。朝は9時から10時からとか。めっちゃ10時から。いいですね。10時半じゃなかった？朝は結構遅めのスタートだよね。めちゃくちゃ遅いです。ちょっと冬時間みたいですね。冬の時間。ああ、なるほど。めっちゃ勉強してる時間短くて、すごい不安になってくるんですけど。じゃあここの小学校とか学校って何語で勉強するんですか？英語、ヒンディー語、ラダック語。ああ、ラダック語。ヒンディー語とラダック語ってやっぱまたちょっと違うんですか？全然違う。全然違う。はい。全然違う。で、ヤンビルさんはラダック語とチベット語もいけるんですか？いけます。なんかすごいよね。喋りまくってるね。チベット語、ラダック語、ヒンディー語、日本語、英語。めっちゃ喋ってます。すごいね。そんなんでよう頭ミックスならないですね。びっくりですよね。子供たちとか見てるとごちゃごちゃで喋ってるんですか？混ぜますけど分かってる。すごい分かってます。すごいな。なんでカフェをしようと思われたんですか？コロナが数年前始まりましたよね。その時に私たちやってた旅行会社ゼロになったんですね。でその時に暮らしていける資金を寄付を募ったんですね。本当に恥ずかしいんですけど、そしてすごくこう私たちを使ってくださった方とか、私ブログをやってるんですけども、ブログを見た方がですねすごい助けてくれて、それで旅行代理店を再開できないっていうのはもう
に絶対許されないと、思って、でコロナの時にパン焼いたりとか、お菓子をなんか日本人だから、日本人のクオリティでできるパンとか作ればみんな買ってくれるんじゃないかなと思って、すっごい練習したんですね、何年か。でやっとこうできるかなっていうレベルに達したと思ったので、これを頑張って作ろうってなって、やってます。なるほど。じゃあ元は旅行がね、代理店ということで、だけです。結構日本人の方向けですか？もう 99.9% は日本人のお客様向けに。じゃあ日本人の方も結構来られるんですか？レイっていうところやっぱりみんな結構好きですか？割と来られる方最近は増えましたね。飛行機も増えたんですね。あ、そうなんですね。はい。インドじゃない感じのインドがね、すごい僕は好きだなって、まだ1日しか滞在してないんですけど。そうなんです。私実は、ザ・インドっていうところが本当に失礼ながらあまりちょっと得意じゃなくて、何か所か仕事で訪れたんですね。もうちょっと無理だなって思ったところにここ来て、ここならみたいな、ここでもう死んでもいいかなみたいに思って、何年前に来られたんですか？最初に訪れたのが2008年で、住み始めたのが2010年の3月、13年経ったんでしょうか。そう、今からなんですけど、旅行代理店のね、プロにね、この辺り紹介してもらおうかなと思ってます。ここは何なんですか？ここはね、例の、一番の繁華街。繁華街。日本でいうと、みんな言うけど銀座とか。でもすっごい短いですけど、全部で200メートルぐらいはあるのかな。結構店閉まってますよね。今冬なんで、これ夏になると全部開いて一大観光地なんですよね今。じゃあもっと栄えるってことなんですか？めちゃくちゃ。おすすめの時期はいつなんですか？じゃあレストランとか全部開いててっていうんだったら、5月の中旬から9月の中旬までがいわゆるオンって言われてる時期ですね。こんな感じで道端で野菜売ってはるわ。リンゴとかも取れるんや。普段もっと多いんですか？ああやって路上で売られてる人。夏はもうブロッコリーとか、人参とか、もう何でも、もう高原野菜がすごい美味しいのができるんで、もう両脇このレイバザールも埋め尽くされるんですけど、今半分も全然もう 30%、20% ぐらいじゃないですかね。そうですか。ここがこのレイで一番大きいスーパーらしいです。スーパーマーケット。チョコレートとかは普通にあるよね。これとか結構地元の人たちが作った伝統菓子。このラダックの人たちが作るお菓子なんですか？そうですね。ラダッキークッキーズとかって書いてますよ。最近こういうの作ってる人多いですね。2階もあるんで見ていきます。これがラダックにしか多分ねないんじゃないかな。スーパーで家に取り付ける旗を。旗。この旗が上がっている家は仏教なんやなって感じなんですか？そうなんです。このね、屋根に取り付けるんですよ。風通しのいいところにつけると、この旗バタバタってなるじゃないですか。でこの中にお祈り書いてあって、そのなんか風でバタバタってなったら、なんか馬も書いてあるんですけど、その馬とともに天にお祈りがこう上がっていくみたいな感じなんですね。そういう意味が込められてたね。だから風通しのいいなんか峠とか、なんか風が吹くところにこれめっちゃあります。チベット仏教ですか？それは。それで。チベットではルンタとか言われてんじゃないかな。そうなんですか。面白い。ドライアプリコットとかラダックめっちゃアンズが取れるんですね。アンズが取れるんですか？アンズ。だから4月かな、アンズの花が咲きまくるんですけど、実は隠れたお花見スポットにもなってて、ラダックね。そうなんですか。結構ドライフルーツ売ってるなって感じなんですけど、昨日ちょっとだけ歩いてみて、盛んなんですか？ドライフルーツが。そうですね。めっちゃ乾燥してる地域ですし、取れるものが限られてるんで、乾燥させて保存させるみたいな。これはあんずですね。これあんず。これがあんずなんですね。そう、カツカツで、なんかね、飴みたいにしてみんな食べたりとか、で一晩戻して柔らかくしてなんか加工するとか。なるほど。戻したりね。そう。結構ね、ラダックらしいものとかも売ってるんで。食べ物とか困らないですか？やっぱり日本食ってやっぱ美味しいじゃないですか。めっちゃ困ります。何にもないんで、醤油ぐらいじゃないですかね、手に入るのは。そうなんですか。醤油命めっちゃ高いですけどね。そうですか。600ミリとかで多分1000円ぐらいすると思うんですね。それでも買っちゃいますか。
でこの辺に住んでる人たちってこうなんですかね、ラダックの人とあと、まあ、インド人は分かるじゃないですか、すぐ顔つきで。あともう一つ、どこでしたっけ、チベットの人どうやって見分けるんですか？着てる服とか、なんか雰囲気とかもちょっと長年住んでれば髪型とかで分かるようになるんですけど、一番はやっぱ伝統衣装違って、チベットの人たちはなんか結婚したエプロンみたいなのを履くんですけど、横島の。でもラダックの人たちは伝統衣装ですね、こうワンピースみたいな、なんか腰からふわっとなってるようなやつを着ているから、それで分かりますね。あ、そうなんね。はい。で、こうチベットの人たちっていうのはチベット自治区からこう亡命してきた人たちなんですか？はい、もともと亡命してきた人たちの子孫ですね。あ、そういうことだね。結構その人たちってやっぱり中国に対してどういう感じの感情はあるんですか？そうですね、やっぱり中国怖いみたいな感じのイメージ。怖いっていう感じはあるね、やっぱり。チベット人の方たちだけじゃなくて、ラダック全体、別に中国の人怖いなみたいな。ああ、そうなんですね。はい、そういうイメージあって、私日本に昔帰るときに中国経由で帰るとか言ったら、大丈夫なのみたいな感じ。はい。ちょっとびっくりするぐらい怖がってるみたいな。あ、そうなんね。はい。ここが、例のバザールの仏教のお寺です。チベット仏教ですか？はい、そうです。歯車みたいなやつよくなんかチベットといえばみたいなね、なんか印象あります。あれ何なんですか？あれはマニ車って言って中にお経が入ってるんですね。お経が中に入ってるんですか？お経が必ず入ってて、それ1回回すと1回読んだことになるから右回りなんです、必ず。はい、時計回りみたいな。時計回りですね。すべて右回りが基本で、歩くのも右回り、回すのも右回り、全部右回り。日本で言うと右尿とか言いますよね。仏教用語で右に回ること右尿って言うんですね。左回りにすると違う宗教になるとか言って、なんかもともと土着で盆教っていう宗教があったらしいんです、あったんですけども、左回りなんですね。だからそれに対抗するというか、そんな感じで必ず右なんですよね。そうなんですね。ここラダックの主な宗教はですね、チベット仏教でですね、イスラム教徒の人口もかなり多いらしくて、街の中心部にはモスクがあったりとかもします。そう、今例のレストランに来ました。ここはチベット料理ですか？はい、チベット料理、チベッタンキッチンですね。そう、これがテントクってやつですか？はい、テントク。これね、麺がこう素朴な感じの。あ、そうですね、はい。ヌードルじゃない、なんか平らな麺ですね。これがなんですか？これね、揚げ麺の上にあんかけの野菜がかかっているチャプシー。チャプシー、これ美味しそうですね。これね、私好物なんですよ。今日一番私の好物です。美味しそう。ほな、じゃあこれいただきます。はい。いただきます。独特の匂い。どうですか？食べれますか？なんだろうな、すごいもちもちしてますね。うちでもこういうの夫が作ったりとかしますけど。これラダック料理なんですか？チベット料理なんですか？チベット料理かな。チベット料理。これお餅みたいな感じですよね。どっちかというと。そうかもね。美味しいです。次これ。インド料理全然美味しいです。なんかこの辺境の地、ラダック 3500m の地に住んで大変なことってありますか？全て大変ですけど、電気、はい、とあとインターネット、通信事情がめっちゃ悪いので、ここ数年ぐっとなんか良くなりましたけど、停電今でもめっちゃ頻発しますし。あ、そうですか。一番長い時で停電どれぐらいですか？これはもう3日とか4日とかじゃないですかね。3日とか4日停電。そんなに頻繁にはそんなのはないですけど、ただ24時間来ないとか、それザラですね。はい、風吹けば必ず切れるし、でなんか工事してて切れる時もあるし、なんか変電のタワーみたいなところがなんかおかしくなったりとかですっごい切れるよね。あ、そうなんね。はい。携帯とかも充電なくなるって結構ザラにあるんですか？全然あります。で冬は水とかどうするんですか？マイナス20度までなったら水道ね、使えないですから、手組みとかになりますね。ただうちは井戸を掘ってるんで、水がないってことは幸いないんですね。あ、そうなんね。井戸の水で、井戸水掘ってない人は政府がこうトラックに水があって積んで、なんか
各なんかポイントにある大きいタンクみたいな、そこから汲んできたりとか。大変ですね、冬も。その苦悩もあるけど、ここに住む理由っていうのはやっぱりいいところがあるからですか、やっぱり。もうすごい、もう絶対ラダックですね、メインは。はい、ここがジョーコさんの一番のお気に入りのスポットですね。そうですね、レイ市内では、ここが一番好きですね。やばいね、景色。そうでしょう。はい、すごい山の景色がね。はい。あの辺の山はもう6000メートルとかあるんで。6000メートル。はい。すごいな。ありますよね。はい、今ですね、レイパレスっていう旧王宮にやってきました。このレイにあるね。はい、この王宮の中にあるシュレインテンプルみたいなところに来ました。はい、なんか色使いがですね、めちゃめちゃカラフルで、なんか神秘的な場所です。太陽の日差しも入ってきて、でめちゃめちゃ気になったのがこれなんですよ。これ一体何なんかなと思って、なんかいっぱいこう収納されてあるんですけど、なんかもしかしたらお骨じゃないんかなと思ったり、わからないですけど、皆さん分かる人おったらコメントしてください。これは一体何なんでしょうか。仏さんとかもおるし、お賽銭もですね、こんな感じで日本みたいなの仏教みたいにあって、で匂いをですね、すごいお香の匂い、お香というか線香の匂いが焚いてる感じですかね。で今来た場所がこの白いテンプルなんですけど、ここなんですけど、日本の僧侶が建てたテンプルって言われてるらしいです。こんな辺境の地に日本人が来て建てたテンプルってすごくないですか。でかっ。はい、こんな感じです。すごいな。でこの例の町の何が好きですか。例の町、そうですね、なんか人々がすごい優しいのが、すごく住んでて落ち着くなって感じですね。あんまりこう違和感ないというか、見た目的にもなんか共通点あるかなって感じですし、顔がね、顔立ちとか、雰囲気とかで優しいっていうのもあるし、ストレスなくって感じですね。今回初めてこんなとこ来てみて、ほんまにインドと思えない。もうこれがもう僕の印象です。ですね、私もそう思いましたね、最初来た時は。もう全然インドと違うと。で自然がやばいですよね。もう絶景ですよね、この。はい、本当。じゃあもしこの地にね、例に来られたいという方は、ジョーコさんのブログとか、はい、URL を僕の YouTube チャンネルに貼るんで、はい、また来られたい方、ぜひジョーコさんに連絡してみてください。よろしくお願いします。お気軽にお問い合わせください。一日めちゃめちゃ楽しかったです。いろんなところを観光させてもらって、わざわざありがとうございます。今日は一日。ありがとうございました。いやー、皆さん、世界はまだまだ広いですね。もう久々にこんな絶景に来て、もうインドで結構忙しいのに揉まれてたんですけど、こんな地もね、まだまだ残ってるんだと感動しております。ぜひ皆さんにもですね、この、ビュー、この人々です。もう人々も全然違う、を、生で味わってほしいなと思います。ということで皆さん、ヒマラヤの3500メートルの力でございます。皆さん動画がいいなと思ったらチャンネル登録のほどもよろしくお願いします。ということで、アディオス。しかし何回見てもええな、これはほんま。